こんにちは、かきです。今回はカメラマンにおすすめのアプリケーションの紹介です。どんなスマートフォンでも使えるアプリケーションを選択したので、チェックしてみてください。一つ目、フォトピルズです。このアプリはプロ向けです。プロの中でも特に専門的に緻密に計算をして撮影をしたいカメラマンに向いているかもしれません。このアプリは主に撮影をする時のカメラの設定の計算のサポートをしてくれるものです。具体的には露出、被写界深度、タイムラプス撮影をする時の計算ができます。露出は一度決めた露出の設定の中で、例えば F 値を変えた時にシャッタースピード、ISO をどのように設定すれば全く同じに露出になるかという計算ができます。目で明るさの判断をするには環境によっては全く信用できないことがあるし、カメラにも露出計があるんだけれども必ずしも正確ではありません。このアプリで計算をすることによって露出の設定をかなり正確にすることができます。被写界深度の計算は撮影に使うカメラと画角、F 値、被写体との距離を入力すると、簡単に言うと被写体の前後のどのくらいの距離からボケるのかという計算をしてくれます。被写体すべてにピントが合っている写真や動画を撮りたい場合、この計算が必要になります。逆に被写体以外をぼかしたいとき、どこに配置すればぼかすことができるのかということが具体的な数値でわかります。今もね、この撮影でも僕の鼻から耳くらいまでには確実にピントが合うようにこのアプリで計算をして画角や F 値の設定をしています。タイムラプス撮影の計算は今ではカメラでできるものが多いけれども、このアプリはメモリの総使用量の計算もしてくれます。写真1枚のデータ使用量が分かっているならば、タイムラプス動画の長さと FPS を入力すれば最終的にどのくらいのデータ量になるのかということが分かります。このアプリは紹介しきれないほどの機能があります。他の機能としては太陽の光の入る角度や太陽、月の位置情報や夜景を撮影するのに必要な情報や計算の機能もあります。かなり専門的すぎるところもあるんだけれども、写真や動画の撮影を計算によって緻密に撮影をしたいカメラマンには必須のアプリになります。ちなみに僕は可焦点距離の早見表をよく使っています。可焦点距離というのは簡単に言えばレンズに映るものすべてにピントが合う距離のことです。可焦点距離は焦点距離と F 値によって変わるので、これも計算が必要になります。風景写真を撮りたいときは基本的にすべてにピントを合わせて撮影をしたいので、この可焦点距離の早見表を使って確認をしています。2つ目、イマジンエッジです。僕は今ソニーを使っているのでこのアプリケーションの紹介になるんだけれども、キヤノンやニコンにも同様のアプリケーションがあるのでチェックしてみてください。純正でしかも無料で使うことができるアプリケーションとしてかなり強力なツールになります。カメラ本体とスマートフォンを Wi-Fi で接続することによって様々な機能を使うことができます。カメラの撮影の設定をほぼ全てスマートフォンを通して遠隔で操作することができます。リアルタイムのモニターとしても使用できるので、動画撮影のモニターにしたり、ポートレート撮影の時はモデルのための簡易的なモニターにすることができます。Wi-Fi の電波が届く距離であれば、リモートシャッターとしても使うことができるので、カメラから離れて撮影をしなければならないシチュエーションや自撮りでも便利な機能となります。そして撮影したデータの転送もすることができます。動画はデータ容量やデータ形式によっては転送できないものがあるんだけれども、写真はローデータの転送ができます。撮った写真の中で絶対消したくないものをこのアプリでスマートフォンにバックアップとして保存するということができます。データを転送しなくても撮影したデータをスマートフォンのモニターで確認することができます。カメラのモニターよりは大きいので見やすくなるし、スマートフォンなどで操作もかなりやりやすくなります。デメリットがあります。カメラが Wi-Fi の機能を使うことになるので、Wi-Fi を使わない通常の時よりもかなりバッテリーの消耗が激しくなります。バッテリーの予備がなかったり、常に電源が取れる状態でないならば、このアプリはあまりお勧めできません。それでも、このアプリはスマートフォンをカメラの遠隔操作、無線モニター、バックアップとして使うことができるので、かなり強力なツールになります。3つ目、ポケットライトメーターです。
デジタルカメラになってからはあまり見かけなくなったけれども、いわゆる露出系です。スマートフォンのカメラを通して一眼カメラで撮る場合の露出の設定の計算をしてくれるものです。専門の露出系よりは精度は落ちるけれども、問題ないレベルで精度が出ているし、スマートフォンの画面を見ながらリアルタイムで露出を計算してくれます。デジタルカメラの場合、露出系はカメラの中にあるので、この場合、このアプリはフィルムカメラに使えるものになります。フィルムカメラはデジタルカメラと違って写真一枚一枚のコストがかなり大きくなるので、ミスショットを極力減らすということが求められます。このアプリを使うことで露出の計算を正確にサポートしてくれるので、その部分についてはミスを減らすことができます。今ではほとんどないことではあると思うんだけれども、もしクライアントにフィルムで撮影をしてくださいと言われたら、このアプリは使えるツールになります。フィルムカメラで撮影をしたことなんてない。そもそも今まで露出の計算は全てカメラに任せっきりでやったこともないっていう場合にもパニックにならずに、このアプリを使うことでサポートすることができるので、撮影の幅を増やしたり、仕事を増やすことができるかもしれません。あと、写真の技術を極めたい場合は、露出を感覚的に計算できるようにするサポートにもすることができます。今、この環境はどのくらいの露出なんだろうと思った時に、このアプリケーションで自分の感覚の答え合わせをすることができます。散歩に出かけて、ふと、今ここの露出は何だろうと思ったら、ポケットに入っているスマートフォンで確認をすることができちゃいます。カメラを出さなくても、この明るさなら F 値はこのくらいで、シャッタースピードはこのくらいで、こういう写真が撮れるなとか、動画であれば基本的に動画は F 値とシャッタースピードは固定になるので、何段の ND フィルターを使えばちょうどよくなるなという感覚を訓練することができます。調整のためにフィルターをいちいち付け替えたり、いじくり回してもたもたしているよりも、感覚でここは何段のフィルターでいけるなということがわかるようになるので、撮影もスムーズにすることができます。このアプリはフィルムカメラや写真の技術を極めたい人におすすめのアプリです。4つ目、ライトルームです。ライトルームのアプリケーションでもほぼ全ての機能をスマートフォンで使うことができます。ライトルームは定番ではあるので細かい説明は省略するけれども、写真の現像、編集をスマートフォンでできるのはかなり便利です。しかもこのライトルームのアプリではローデータの編集をすることができるので、かなり本格的な編集をすることができます。SNS にアップロードするくらいのクオリティであれば、このアプリのライトルームでも問題ないと思います。細かな編集ができるのはもちろん、フィルターをかけて一気に雰囲気を変えるということもできるので、コンパクトな機材の量でクイックに写真を編集して SNS に投稿ということが可能です。アプリのライトルームの大きな特徴の一つとして、Adobe のクラウドを使用できるということです。撮影したデータの中で絶対に消したくないっていうものがあるならば、そのデータをこのアプリに入れてクラウドにアップロードしておけばデータを守ることができます。スマートフォンが通信できていることが前提にはなるんだけれども、データのアップロードが完了しているならば、カメラとスマートフォンが海に落ちたり、ロードローラーにね、潰されたり、火山に落ちてもデータを守ることができます。そしてクラウドのデータは例えばパソコンにも同期されているので、データカードをパソコンに接続しなくてもすぐに編集をするということが可能です。アプリのライトルームはスマートフォンで足りる写真の編集であったり、データのバックアップをすることができるので、かなり強力なツールになります。最後にフラッシュライトです。日本語では懐中電灯になってますね。スマートフォンの LED の光を使って光の量が足りないときはサポートをすることができるし、このアプリでは LED の点滅をさせることができます。光の点滅は動画を撮影するときに使えるんだけれども、例えばこんな映像を撮影することができます。素早く光を点滅させることができるし、スマートフォンは自由に動かすことができるので、ドラマチックで迫力のある演出をしたいときにこのアプリを使うことができます。あくまで簡易的なサポートであったり、使える場所はかなり限定されるんだけれども、アイデア次第ではいろいろな使い方ができると思うので、
おすすめのアプリです。スマートフォンのアプリを使うことによってカメラの機能を拡張したり撮影の幅を増やすことができます。スマートフォンは人によっていろいろな使い方はあると思うけれども、使い方を選択すればカメラマンにとってはポケットに入るとても強力なツールになります。他にもアプリとして機材をコントロールするのはもちろん、カメラに関するものはいろいろあるので、自分のニーズに合ったものをチェックしてみるといいかもしれません。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。